皆さんこんにちは、村田治です。今度の神戸の個展まで約1週間になってしまいました。はい、それで、絵の描き方の前にもう一度、宣伝をさせてください。場所は三宮から歩いて5分ぐらいのところにあるとても便利なギャラリーになります。ギャラリーの名前はサガと言います。で、説明欄の方に住所とか細かいことを書いておきますので、ぜひお越しください。神戸の方でね、個展するのは本当に初めてで、絵は描いてるんですけれども、実は知り合いが全然いないんですね。それで今回は多分いつもやる東京とか岡山とは違ってお客さんがとても少ないんではないかとちょっと不安があっておりますので、ぜひ、YouTube を見たと言ってですね、見ましたと言ってお越しくださることをお待ちしております。よろしくお願いいたします。こちらの QR コードからギャラリーのホームページに行けます。ということで、今日の絵なんですけれども、岡山県の蒜山高原の紅葉をついこの間個展直前なんですけども、紅葉の取材に行ってきて、個展の梱包をほぼ済ませて、そして、今日ですね、その絵を完成させたところです。だいぶ大きな絵ですので、実は 4日間ぐらいかかったのですが、すぐに動画を編集してお届けします。こちらが資料写真になります。まずですね、ちょっと筆のことを説明させていただきます。普段パレットの右側の方に筆をずらり並べています。簡単なんですけれども、左側の黒い筆5本4本ぐらいありますが、それが書道用の筆です。それから銀色の取っ手がついているのが水彩画用の筆になります。あとはだいたい小筆ですかね。だいたいこのぐらいを普段横に揃えて、それで、描いています。今スプレーでちょっと固まった絵の具を溶かしています。はい、絵の具の紹介です。こういう普通のウィンザー&ニュートンのチューブで買っています。この本当は3倍ぐらいの大きさが欲しいんですけど、なかなか手に入らないので、これを買って継ぎ足し使っています。色名はウルトラマリン、フレンチウルトラマリン、コバルトブルー、セルリアンブルー、パーマネントグリーン、オリーブグリーン、ウィンザーイエロー、ウィンザーオレンジ、ローシエナ、バーントシエナ、パーマネントローズ、ウィンザーレッド、イエローオーカーで、こちらはあまり使わないんですけれども、パーマネントマジェンダですよね。パーマネントマジェンダ、コバルトターコですかね。それからニュートラルティントですね。ほとんど使わないんですけど、黒の代わりにどうしても黒い時にはこれを使ったりします。以上です。はい、それでは、作画の方に行きたいと思います。だいたい木のところを鉛筆で描いた後で、このマスキングインクですねのチューブタイプといいますかね、スティックタイプといいますか、これでちょっとマスキングをしたんですが、途中でちょっとあんまり品質良くないなということで、普段使っているマスキングインクですね、これで、マスキングをしました。今ローシェンナを水で溶いて、下塗り、光の色ですねをしています。これから少しずつ重ね塗っていく本当の最初の色ですね。で、空のところが
ありますので、空のところをコバルトブルーで塗っています。これもベターっと塗るんではなくて、大きな筆で点を描くような形でしています。紙はアルシュですね。それから写真を見ながらですね、色をだんだん置いていくということで、今オレンジですね、オレンジを置いて、それからウィンザーレッドでしょうかね、パーマネントローズとか赤系のものを、これ前の色がまだ乾かないうちに塗るというか、今散らしていますけれども、少しずつやっています。でここでまたイエローですか、イエローも散らしています。ベターっと塗らないで、木の場合はこのようにすると葉っぱの形が雰囲気が出るということですね。まだまだ下塗りですのでね、これ今まだ色が出てるように見えますけど、薄くなっていくと思いますので、重ねていくということになります。この辺はですね、大体いつも同じようなやり方で、スタートしてるんですけれども、必ず同じやり方っていうか段取りで塗っているかというと、全然そうではありません。で、最初は気楽に下塗りというかね、してるときはこういうふうにランダムに色を置いていくっていうパターンが多いんですけども、必ずしもいつもしているというわけではないと思います。過去の動画を見てくださるとわかるかと思いますが、ベターと塗るときもあります。暗い紫といいますか作って、今木を塗っていますが、これもね何回も塗るので、まだ最初の、ラフみたいな感じですね。そうですね、取材に関してちょっとお話ししたいと思うんですけども、だいたい古典のタイミングと、それから秋の紅葉のタイミングと同じなので、紅葉の取材に行くことができないことが多いんですけども、今年は頑張って、古典直前でしたが行ってきました。紅葉は本当色がね、美しいので、描きたいなと思われる方多いと思うんですけれども、ぜひ楽しんで紅葉描かれたらいいと思います。でこの資料写真の場合は、これ実はキャンプ場のようなエリアなんですね。公のキャンプ場のようなところですね。はい、ここでお見せしているのはマスキングインクの、剥ぎ取るゴムの板ですね。先ほど塗ったマスキングインクをこのぐらいのタイミングで最後まで、剥ぎ取らないんではなくて、もう途中で剥ぎ取ってしまいます。でそうしますと、このように白く点々が出ますので、それほどねマスキングインク実は使うのが好きな方ではないので、あんまり本当は使いたくないみたいなところがあるんですよね。でこの辺で剥ぎ取った方が目立ちすぎることもないので、白いところがいいかなと思って早々と剥ぎ取りました。あとはゆっくり資料写真に基づいて、ゆっくり枝とかを描いています。
また取材の話に戻りますけど、結構ね、取材といいますか、写真を撮りに行くのが、もう絵を描くよりも時間取っていますね、実際は。で、外国に、カナダにね、行ったこともありますし、その時は一人で2週間ぐらいですかね、カナダのバンクーバーの近辺を回ってきました。それから那須高原に住んでた時は、北海道まで車で行って北海道をずっと回ったりですね。それから途中で大体車中泊なんですよね、寝るところが。で、車中泊ですので、途中でキャンピングカーを買いまして、安い小さな中古を買いましてですね、小さいって言っても結構、立って歩けるぐらいの、それで回っていました。いつものようにですね、紫をメインに描いています。で、少し濃くしようという時には紫にバーンとシエナを混ぜて描いています。それからこの筆、今使っている茶色い筆なんですけど、スワードライナーという筆ですね。スワードは短剣じゃない、剣というか刃ですね。刀のスワードで、ライナーですね。こういう線を引く筆になります。これは、アメリカのアマゾンかな、アマゾンで購入して、今回初めて実は使っています。で、どんなものかなと思ったんですが、なかなか使いやすいですよね。こういう細いラインが出やすいですね。やはり YouTube で、水彩画を描き方をアップされている方が使われていたんですが、日本でね売ってないので、アマゾンアメリカで買いました。3本セットだったですね。なかなかいいですけども、普段使っている細い筆と、じゃあそんなに違うかというと、まだ使い慣れていないせいもあるけど、そんなに新しく買う必要もないかなという気もしますね。今ちょっと太いハケで大きな面を塗っています。これで、全体の明度といいますかね、整えるというか、いつも全部を細い筆でやるとどうしてもこうチラチラするようなね、落ち着かない絵になるので、時々太い筆で使っています。今紙を傾けて、光の流れですねに沿ったにじみといいますかね、絵の具の流れを作っています。左上から右下に光が来ていますので、左上を高く持ち上げて絵の具を流しています。傾けながらパーマネントローズを流しています。で、乾いてしまうとね、それほど色が残りません。で、また細かいところですね、ちょこちょこ繰り返し塗っています。で、ところどころ水をつけてティッシュペーパーで拭き取ったりして光を描きます。この影のところですが、とても大事ですよね。もう一度筆に水をつけて明るいところを描いています。描くと言いますかね、絵の具を拭き取って白いところを出しています。
誤解のないようにちょっと補足しておきますけれども、書道の筆を使ったりですね、それから、先ほどご覧くださった筆は、絶対それが一番いいよという意味ではなくて、たまたま今使っているだけですので、そんなにね、あまりこだわる必要はないかと思います。一番手に入れやすい筆を使って、慣れることの方が大事かと思います。本当に普通のね、水彩画の筆だけでも全然問題ありません。ただ枝を描くときね、ちょっと細い筆があると便利かとは思いますね。葉っぱのところあまり点々だとね不自然ですので、少し葉の形になるように描いています。画面がちょっとね、絵が大きいので時間がかかりますね。今回4日かかりましたが、それを編集しているのでちょっと飛んでしまってるかもしれませんけど、ところどころね。今これホワイトガッシュを散らしています。筆と筆とをぶつけ合って、散らすやり方をしています。これはもうグリーンを今散らしています。それから指でちょんちょんと、これいつもやりますけども、少し大きめの点の時は指で筆にたっぷりガッシュをつけて指でやると。そうして少しぼやかしたい時は後から水をスプレーして、今少し傾けてそのホワイトガッシュのにじみの方向をコントロールしています。ちょっとにじむっていうか、薄い方が上に流れた方がいいかなと思って今下を持ち上げたりしてます。それからこれはやっぱり水筆で、リフトアウトですね、絵の具を取っているんですが、絵の具を取って光のラインをちょっとだけ描いています。これね、あまり描くとすごくわざとらしくなりますので注意してください。資料写真よりも少し手前を暗くした方がいいかなと思ってますね。でもう一度これウルトラマリンを重ねました。それからもうこの辺、そうですね、この辺からちょっと資料写真からだんだんもう離れて描いています。絵の質をね上げるためにっていうか、あと自分の個性を出すために、この辺はもうほとんど資料写真から離れてですね、それからこの水平線のあたりといいますか、ちょっとわざとらしいのと、明度が明るすぎるっていうか、資料写真の明るすぎるので木が輝くようにしたいんですよ。ですから木の周りの光を、出すためにこの地面のところの明るいところを少し暗めにしています。写真ではね明るいんですけれども、地面は。それから同様に木の周りを濃くしています。それで、木のね、黄色の光っていうか、それを目立たすようにしています。この段階では完全に自分のオリジナル作品をレベルアップモードに入ってますのでですね、資料写真から離れています。だいたいこんな感じでいいのかなと思って、また時間を置いて眺めて、よければそれで完成ということになります。いかがでしたでしょうか。ここまでご覧くださり本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは水彩画で幸せになってください。